物理の影響を受けるフィーダーを作成する方法を説明します。パート1では、フィーダーを作成し、モデルとして保存しました。パート2では、ワークを作成し、フィーダーからコンベアに流します。パート1で作成したフィーダー、もしくは、モデルアフィジックスフィーダー、パート1アンダーラインアフター .vcmx をダウンロードし、開きます。物理の影響を受けるワークを作成します。E カタログのタイプ別モデル、ベーシックシェイプスを展開します。シリンダージオを追加します。コンポーネントプロパティウィンドウを確認すると、物理設定の項目がないことがわかります。つまり、円柱は物理の影響を受けていない状態です。円柱に物理の設定を追加します。モデリングタブを開きます。動作設定、ビヘイビア、物理、エンティティを選択します。コンポーネントグラフウィンドウにフィジックスエンティティが追加されていることがわかります。プロパティウィンドウの物理タイプを確認すると、物理内が選択されています。ワークの設定が完了したため、コンポーネントを保存します。ワークのルートノードを選択します。コンポーネント、名前をつけて保存を選択します。コンポーネントを保存ウィンドウの名前をフィジックスシリンダージオにします。名前をつけて保存ボタンをクリックします。保存ダイアログが表示されるため、任意の場所に保存します。今回は、E カタログに自作のモデルを表示するため、マイモデルズに保存します。ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.46、マイモデルズを開きます。ファイル名はフィジックスシリンダージオに変更し、保存します。ホームタブを開きます。E カタログのマイモデルを選択すると、先ほど保存した円柱が表示されます。円柱はフィーダーから生成されるワークとして使用し、3D ワールド上では不要のため、円柱を右クリックし削除します。フィーダーをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウのコンポーネントクリエイタータブを開きます。インターバルはワークが何秒の間隔で生成されるかを設定します。リミットは生成できるワークの数を設定します。パーツは生成されるワークのコンポーネントを設定します。パーツの横にある3つの点のアイコンを選択します。ファイルを開くダイアログが表示されるため、フィジックスシリンダージオを選択し、開きます。パーツに選択したファイルのパスが入力されていることがわかります。シミュレーションを実行します。円柱のワークが生成されます。シミュレーションを一時停止し、ワークを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのフィジックスエンティティタブを開きます。物理タイプに機構が設定されていることがわかります。シミュレーションをリセットします。フィーダーを選択します。黄色の矢印で接続用のインターフェースが設定されていることがわかります。コンベアを追加します。E カタログのタイプ別モデル、フィジックスをクリックします。コンベア、フィジックスを追加します。マニピュレーション、PNP が選択された状態で、コンベアをフィーダーに接続します。フィーダーの矢印を確認すると、黄色から緑色になっているため、接続されていることがわかります。シミュレーションを実行します。フィーダーからワークが生成され、コンベアに流れた後、床に落下します。落下したワークに力を加えると、ワークが物理の影響を受けて動きます。シミュレーションをリセットします。PNP が選択された状態で、コンベアを移動し、接続を解除します。物理設定がない通常のコンベアを接続します。E カタログのタイプ別モデル、コンベアーズを展開します。ビジュアルコンポーネンツを選択します。コンベアーを追加します。
マニピュレーション。PNP が選択された状態で、コンベアをフィーダーに接続します。シミュレーションを実行します。フィーダーからワークが生成され、コンベアに流れます。シミュレーションを一時停止します。物理パスではなく、ワンウェイパスを使用したため、物理設定のないコンベアにワークを転送することができます。ワークを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのフィジックスエンティティタブを開きます。物理タイプに機構が設定されていることがわかります。シミュレーションを再生します。ワークがコンベアーの端に到達後、消えることがわかります。コンベアーに物理設定がされていないため、ワークがどこにも接続されず、消滅します。シミュレーションをリセットします。通常のコンベアーの接続を解除し、再度物理設定があるコンベアーを接続します。シミュレーションを実行します。フィーダーからワークが生成され、コンベアーに流れた後、床に落下します。物理設定の有無で動きが変わることがわかります。今回は説明しませんが、Python スクリプトを使用して、オブジェクトの物理タイプを機構から物理内に変更することもできます。物理の影響を受けるフィーダーを作成する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。